人に優しい生産工程について池京製造山本さんにご紹介いただこうと思います。大きく3つのエリアに分かれております。1つ目のエリアは SPS 工程、部品を仕立てる工程です。はい、2つ目は前工事工程、前工事、仕立てられた部品を組み合わせる工程になります。最後にいいスニーカーの形に仕上げるメイン組み付け工程、実際工程を見て説明したいと思います。どうぞ。こちらが生産エリアになってございます。こちらですか。はい、とても明るくて涼しいですね。暑熱対策でできたゾーン空調と言われるものです。外壁の高さよりも均等に配置されたダクト、これの高さを低くしています。風が外に逃げないように、この作業エリアでとどまるような形にしております。まずは SPS の作業エリアをご説明します。一つにまとめてやっぱり積もうとするとなかなか大変そうだなと思うんですけど、それをやりやすくするために数字や記号や色を組み合わせて作業者が迷うことなく積み込めるようにします。見通しすごくいいですよね。棚を低く、それとスペースを広く取っております。作業者の顔がしっかりどの作業用のエリアからも見える。車椅子の方でも安心して作業してもらうために。そうですね。車椅子の方も作業できるというと、そうですね。目線的にそうじゃないですか。引き出し式の棚を作成します。低い作業位置でも部品を取り出すことができます。これも実際に車椅子を乗って私たちが考えていきました。SPS で仕立てられた部品、それを組み合わせて一つの製品にするという工程になってくる。デジタルのモニターに映して、でその手順の通りに作業しましょう。いわゆるデジタル手順書というものでございます。1人55分という作業を持ってますので、そんなに大量の情報を覚えるというのは作業者にも負担になるし、ものすごいプレッシャーにもなります。そういった部分を解消するためにこういったデジタルを作業者が分かりやすいようにしてます。こちらがメインの組み付け工程になってございます。座りながら作業ができるんです。そうです。作業者が椅子に座って作業するということで、足腰への負担を軽減させる。引き出し式の箱があると思うんですけど、ここには1台分の必要な部品しか入ってません。なおかつ引き出して戻すことによって部品同士が混ざるということも防止してます。この今組んでる e スニーカーが終わるとまた1台分の補充をしに向こうのストアのところまでメンバーが入れに行く。はい、それではここから検査工程です。それでは池京品質課の村上さん、向井城さん、よろしくお願いします。今からですね、車の初期学習といいまして、ハンドルが、左右に切ったところの値を学習させたり、台のところに車が上がってるんですけども、これで車の傾きっていうところを、勉強させている感じになっております。車の寸法がですね、基準寸法以下であるっていったところを、確認しております。簡易に、確認できるようにこちらのフレームの方で基準寸法の方を作成いたしまして、そちら以内に入っているってことを、全数ですね、確認の方を行っております。こういうところにこれまで培ってきたものだと生かされてるんですか。お客様にですね、法規をしっかり満足しており、安心安全といったところを、お届けするためにですね、車と同じ検査員を配置してですね、検査を行っています。それが品質課としてのこの検査を行うについてのこだわりとなっております。左旋回を行った時にこの青いスペース以内で、回転をすることができると、法規の基準を満足しているっていうようなことをこれも全数確認しております。なるほどです。であとですね、走行後ですね、漏れがないかっていうところを、しっかり確認を行いまして、検査の方が、終了になります。なるほど。はい。でしょうね。今までの
このイスニーカーをスムーズに流す角度に大変苦労しました。という形ですかね。最後台が戻ってくるときにこの重しでガーッと下がってきてペットボトルの重さで、はい、ここから、リフトでトラックに積み込まれて西宮部品センターの方に向かっていくと。いよいよイスニーカーの出荷です。